はい、こんにちは。MD ジャックです。前回はイヤピ測定動画でしたが、拡大表示は今後も使えそうなので、取り入れていこうと思います。皆様こんにちは。気温が少しずつ上がってきたのは嬉しいですが、花粉が昨年の 1.5 倍らしく、花粉症の愛はちょっと憂鬱です。さて、今回はやっと発売になりました KZ-ZES のレビューです。フライングでちらほらレビューが上がっていたようだけど、KZ さんからは発売になったらレビュー上げてねって言われてたんで、1ヶ月ぐらい使ってみていろいろ分かったんだけど、いつものようにレビューしていきます。あと、愛ちゃん、ミミィちゃんは後半に登場するって言ってたから。そうなんですか。久しぶりだな。では ZES を見ていこうか。はい。なんというかさすが KZ って感じのデザインで、写真の通り過去モデルのデザインを踏襲しつつ、セルはほぼ金属になっていて、いかにも KZ って感じだよね。ステムが ZAX タイプではなく ZAS の細いタイプで、ここも金属部分が多いので、片側 6.9g とそれなりに重く、低域の振動をしっかり受け止める準備は OK って感じなのかね。次回に当たるそばのデザインはイヤーフィンの突起もなく、 KZ の低価格モデルに見られるようなデザインと大きさね。このサイズで 12mm のダイナミックドライバーを搭載してるんだから、キャビティ内の整理がうまくいったってことなんだろうね。 6.8mm の EST も搭載してるし、基本この構成だと ZEX のダイナミックドライバーが 12mm に変化したバージョンと捉えて良さそうだね。ただ ZEX よりステムを含めた筐体全体が強化されてるから高級感はあるよね。これ5000円超えるぐらいかなと思っていたら、ありでは4000円弱で販売開始になってたね。ってことは ZEX の1000円増しぐらいか。案外嬉しい価格設定かも。本質は後半で細かい解説があるんでしょうけど、パッと聞いた感じどうでした？そうだね、最初はとても良い感じだったね。ハイブリッドモデルの低域より少しアタックが柔らかく、低域だけじゃないな、中高域から高域は EST の質感だから、全体的に少し柔らかめで少し暗めな質感に感じだね。じゃあ早速本質比較動画いきましょう。今回は ZEX と比較しています。And why do I hold myself back so far? I'm the only one in my way. I'm the only one in my way. But grace is amazing. I know she'll carry me all the way through. Carry me through the day. Carry me through the day. I'm on the road to the top. But someone's gotta do it. Working my way all around the clock. Cause someone's gotta do that. Day and night, bloodshot eyes.じゃあ波形を見ていこうかね。はい、ZES ドン。単体波形ではちょっと説明しづらいので、いつものように比較しながらいこうかね。今回の比較対象は ZAX、ZAS、ZEX ね。まずこの波形を重ねてみるよ。最近比較対象として聞くことが増えてる ZAX の大域バランスはやっぱいいな。バランスの良さから来るサウンドステージの広さも今回の比較の中では一番だね。4kHz 付近が弱いから中高域の線はちょっと細めに感じるけどね。今回の比較では ZES との共通点が一番少ないのは ZAX だと思う。ああ、確かに波形が重なってるとこ少ないですね。じゃあなんとなく記憶して次行きましょう。愛は CCA-CA16 Pro が結構好きなんですよ。だから KZ だと筐体機の ZAS 推しですね。波形を重ねると低域から 1kHz あたりまでの出方はそっくり。DAS もだけど最後に S がつくと低域が強めなんですかね。なんかそんな感じするね。さて次は。じゃあミミィは ZEX 推しってことで話そうかな。あ、ミミィちゃん雰囲気違う。変身パワー充電してコスチュームも変えたんよ。ZEX は B8 の質感が違う EST ドライバーが楽しめて3000円以下という超コスパモデル。持っていて損のない一本。てか、とりあえず買っとけーって感じ。
中高域が弱めでも低域が控えめだからうまくバランスが取れているのよね。波形を重ねると 100Hz 以上の特性はおおむね ZEX がベースになっているなって思えるよね。100Hz 以下の低域は ZAS 並みに強調されてて、中高域は ZEX より控えめだから ZES はおとなしく暗めな Y1 印象。8kHz 付近がしっかり出ているけど、線が細い帯域だから、ここを中心に広域を作るのは難しいな。低域が強い場合は、2kHz 中心の帯域が ZAX や ZAS みたいに、ある程度出ていないと、中高域から広域が負けてしまう感じで、今聴いてるランディ・スコットのアルバムでは、メインのサックスの芯が弱く、少し引っ込んでしまってる。ZES が ZEX の低域強化版だとしたら、中高域をもうちょっと出してあげないと、バランスが崩れてしまっているように聞こえるのがちょっと残念。これは何ですか？点数ついてますけど。ロー、ミッド、ハイの帯域でミニマム、マックスのレベルに該当するモデルの点数を1、中間に位置したら点数を2として順位付けした結果だよ。雑だけどチューニングの仕方が極端かどうかははっきりする。レオトや好みは置いといて、特性の測定結果でのバランスは ZAX が良かったですってこと。でも別に他モデルの性能が悪いということでもないので誤解のないようにね。だから ZAX を引っ張り出してきたんですね。バランスいいから。まあそうだね。実機を持ってる人が多いからイメージしやすいと思って。ああ、そういえば波形測定の時レベルの違いも記録してませんでした？ああ、これね。同じボリュームで出力した時こんだけレベル差あるね。聞き比べる時の調整の参考にしてもらえればね。ではジャックさん ZES のまとめをお願いします。はい。こんなとこかな。聞き始めの印象はそんなに悪くないけどちょっと暗めな音。何曲か聞いていると低域と細い広域が耳に残るようになる。強い低域に対し2から 4kHz あたりが控えめすぎなチューニングがちょっと気になる。波形上は ZAS 同様の低域。でも実機では ZAS に比べ ZES の方が少しアタックが弱くマイルドなのはドライバーの口径の違いか。中広域は ZEX ほどのシルキーさはないが全体的に少しマイルドで BA ではなく EST の効果に感じる。今回も音質調整にトライしてるのね。どうだったのかな？イヤピ交換してみたけど今回はいまいちかな。弱い中広域が余計弱くなってるからね。やっぱ EQ かな。こんな風に補正するといい感じになるんで常用するとしたらこの補正は入れるだろうな。まあそうすると結局 ZAX の中広域の出方に近づいていくんだけどね。で、結局 ZES ってどうなのかしら？おすすめなのかな？購入する人の状態によって変わるかな。ZES は悪くないし KZ のラインナップではおとなしめな印象だけどこれをメインで使うにはもう少し素直なチューニングの方がいいなって思うね。KZ のモデルをよく知っている人がバリエーションとして手を出すのはいいと思うけど KZ デビューする人に今回の比較4モデルで買う順番はどれって聞かれたとしたら最初は ZAX その次が ZEX って答えるかな。ただ割と手の出しやすい価格だし買い方なんて自由なんだからデザイン気に入ったから ZES 買うぜっていうのだってありね。各モデルの傾向はお伝えできたと思うのであとは楽しみながら決めてください。ということで KZ、ZES のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。